こんにちは、加藤です。今日はですね、タッチについてお話ししようと思います。まずタッチって一体何なのかって言いますと、基礎デッサンやっていく上で、鉛筆とか、筆とかで、画面に書いた時に、残る軌跡というか跡ですね。鉛筆の場合に今回限定してお話ししていきますと、タッチが見えるとか見えないとか、あとはタッチの向きを気にして書きましょうとか、あと強いタッチとか寝かせたタッチ、弱いタッチみたいな使い方、言い方をする、そのタッチについてお話していこうと思います。で、結構長くなりそうというか、いろんな要素を含んでいますので、今回はその第1回目平面編ということで、次に曲面編を考えてるんですけれども、今回はその平面について、お話ししていこうと思います。じゃあ平面って何かっていうと、一番分かりやすいのは、例えば立方体とか、ちょっと書いてみましょうね。例えばこんな感じの立方体、面がですね、これ正六面体なわけですけど、平面が上の面とかね、右の面とか左の面とか、面がこう平らなそういったものを立体を描く時のこの平面を描く時の、タッチについてまずお話ししていこうと思います。立体表現をする上でこう影っていうのを、今回の例も例えば右上から光が当たっているという想定で、例えば一番上が明るい、中間のトーン、暗いトーンで床に影ができているなんていう場合を想定してお話を進めていきますと、例えばこの右の面とか左の面とかこうやって影を描きますよね。陰影を鉛筆の線をこう鉛筆でもってこう、調子をつけるって言いますけど、こう暗く塗ってこんな風に陰影を描くことによって立体表現をしていく、それがこう基礎デッサン、皆さんデッサンを始めたら最初にね、こう教室とか先生に言われたりするのが、この面をこんな風に、調子でトーンで分けて描いていきましょう、塗っていきましょうみたいなことを言われると思うんですが、この時のこの、今何気なくこうやって線を束にして描きましたけど、この面のタッチの向きですね、鉛筆をどういう向きにタッチのこの角度というか向きですねを入れたらいいのかっていう、そういったこうご質問というかいただいたので、ちょっと今回はそのことについてお話ししていきます。まず、面の向きに沿ったタッチっていう、よく言われると思うんですけれども、じゃあ面の向きって何かっていうことなんですが、例えば今これ立方体だとして、例えばこの垂直に台に対して垂直にこう立ってる、置かれているものなんですよね。なので例えばこんな風に垂直なタッチを重ねたりします。そして手前から奥へ向けてこの辺ですね、この辺に平行なこういう向きのタッチを重ねたりします。でこうやってタッチを今縦と斜め横でこうメッシュのように重ねたわけですけど、そのねタッチが見えた方がいいのかどうかっていうこと、まず一つ疑問に思う方多いと思うんですね。もっとタッチをこう鉛筆を立てなさいとか、もう少しタッチが見えるように方向性が分かるようにしなさいなんていうふうに、アトリエの先生に指導される場面もあるかと思うんですけど、そのなぜタッチを見せるのかとか見せないのかとか、その辺結構頭の中で処理できずにこうハテナマークの方って多いと思うんですが、まずこれね結論から言いますと、タッチっていうのは例えば立方体を実際に見た時に
こういう線が見える人ってほぼいないと思うんですよね。これ鉛筆って線でしか描けないというか、寝かせると太い線みたいなのが描けるんですけど、その線の集積でしか描けない画材を使っているので、こうやって線を集めて描いていくんですよね。なので例えばこれコンテみたいな、例えば5センチとか、8センチくらいあるかな、幅の広いそういった、木炭でも上手に削れば幅の広い線というか面で描けるんですけど、そういった道具を使えば、例えばこの幅の道具を使うと一度のワンストロークで上から下まで塗ることが可能なんですね。で鉛筆の場合はそれができないので、こうやって線を何度も何度も重ねて端から順にとか、どこかから始めてどこかまでをずっと同じことを繰り返していくんですよね。そんなわけで実際まず立方体見た時に線が見える人は多分ほぼいないだろうと。で線で表現するのはたまたま鉛筆っていう画材が線でしか表現できないので、それをまとめてタッチで表現しているだけのことなんですよね。もしこれが大きな幅の広い画材があればそれ一発で描けるので線を束にして重ねる必要はないし、木炭デッサンなんかの場合だとやっぱり面で描いていきます。大きな面で調子を捉えていったりします。なのである意味これは鉛筆特有のタッチで表現するっていうのは鉛筆デッサン特有の表現方法だと思うんですけれども、というわけでタッチを見せるか見せないかっていうのは見せる必要はないです。で逆にタッチの向きを見せてもいいんですね。でなぜタッチの向きを見る人に感じ取れるように、例えば縦のこういう筋がシュッとした感じがわざと見えるように残しているのか、残す場合なぜ残すのかっていう話ですけど、これはね台の水平に対して垂直に立ち上がってる感じを強調したいがためにこういうタッチを残すというか見せてるんですよね。同じように例えばこういう向きのタッチを入れる場合でも、この手前から奥へのこの角度を見る人に伝えたいというか見る人に感じ取ってほしいがためにわざとこういう向きのタッチを重ねたりします。はい、でですね、ちょっとこれに付随してなんですけど、タッチの向きは縦とこの辺の向きに沿って斜めと2つの種類のタッチの向きについてお話ししましたけど、じゃあこの向きだけで書けばいいのかっていうと、そうでないタッチの向きを入れる人もいるんですね。例えばこんな向き、この角度ってどうやって決めたんだろうってそれは謎なんですけど、例えば私こんな角度よく使います。もしくはこんな角度でタッチ入れたりもします。こんな角度でなぜこの角度で入れるのかって、人のデッサンとか見た時に、例えばこんな角度のタッチが残っている、見えるような状態になっているとかした時に、なんでこんな向きでタッチ入れたんだろうって悩む場合というか、分からなくてハテナマークができる場合ってあると思うんですよね。私の場合は解説します。私の場合例えばこの角度でタッチを入れる理由なんですけど、これ一番ここ自分に近い点ですよね。で徐々に遠くなっていきます。手前から奥へ向かってずっと遠くなっていくというわけで、手前から奥へっていう自分に一番近い方から遠い方ですね。例えば手前から奥へ、上もそうです。手前から奥へ、こんな風にタッチ入れたりします。これは何を意図してるかっていうと、手前の感じ、飛び出てる感じ、そして奥へ向かって徐々に遠くへ行ってくれる感じを出したいがためにこの角度を使います。この角度は何かって言ったら、近い方から遠い方へ向けて、平行線ですね。ちょっとこれ球体バージョンは明日って言ったんですけど、球体を自分から見た時に例えばここ一番近い点、徐々に遠くなっていきます。自分から徐々に遠くなっていきます。そんな風に近い方から遠い方へ、例えば球体の場合だとこういうタッチで書くことと同じような意味合いです。自分に近い方から遠い方へ、近い方から遠い方へ。球体の場合は本当は曲線で書けばいいんでしょうけど、平行線で考えると手前から奥へ、
こんな風に描いていったりします。ただ今こういうタッチの向きの話をしてますけど、これも同じく光がこう当たってる場合は、例えば左下が暗いとかね、右上が明るいとか、陰影で言うと、こういうふうに見えてると思うんですね。でこういうふうに見えてる時に、こういうふうにここが明るくて徐々に暗くなっていくっていうのを描く時に、タッチの向きを今こういう同心円状で、ちょうど地球儀みたいなこの向きのタッチを入れて、簡易的に入れてみましたけど、こう自分から遠くなる方へ向かってこういうふうに入れてってもいいと思うんですね。で筆圧を今変えています。ここから向こうはここから下は暗くなるように、でここから上は徐々に明るくなるように、徐々に明るくなるように、徐々に明るくなるように。でタッチの向きはこの中心、自分から一番近いところから遠くへ向けて、平行線をこう描いていくような、ここを中心にこういう風なタッチを入れるだけではなくて、ここを中心にこういう風に入れていってもいいわけです。はい、そんなわけでタッチの向きを決める要因っていうか理由なんですけれども、何を強調したいかによって作者が、独自にというか自由に決めてる、それがタッチの向きだと思ってください。なのでタッチの向きに外れというか失敗というか不正解っていうのは多分ないんですよね。で不正解だと感じるのは、引いたタッチが面の向きに沿っていないというか立体表現に合っていない時に、そのタッチの向きは邪魔な感じがするというか、成功していないタッチの向き、角度がなんか間違ってるせいで立体表現の役に立ってないっていう場合が出てきます。はい、まずここまでよろしいでしょうか。まずタッチというのはなくていいと思います。単純に面を立体表現するためにその調子を乗せることができれば、どっち向きにタッチを入れようが自由だと思います。で次にある一定の方向のタッチを強調して見せる、残して見せる理由なんですけれども、それはその方向性とか向きを強く、劇的に表現したいがためにその向きを意識して入れているということになります。はい、どうでしょうか。今日はタッチの向きについて、そして、平面編ですね、ちょっと立体も球体も入りましたけれども、なぜその向きにタッチを入れるかっていうお話でした。次は、球体というかね、曲面についてお話ししていきたいと思います。今日の動画はこれで終わります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。